孫悟の宿願、今こそ果たす時。来い。立てよ国民、孫悟の栄光のために。真紅の竜騎と漆黒の蚊一文字、旗が後方に下がっていきます。その横にある長旗も下がっていきます。我が軍の勝利かと。龍騎はどうなっている？核の軍勢を押し込み、さらに追撃の姿勢を見せていますね。私たちもそうしましょうか。余生を買ってこのまま洛陽まで追撃しようかってこと。いや、今だからこそかもしれん。よし、劉備と曹操に伝令を出せ。我らはこのまま一気に洛陽に迫るとな。カリン様、孫作より伝令です。内容は？孫作軍はこのまま洛陽まで追撃すると。まあ当然の選択か。我らも共に行くと返事をしておきなさい。御意。これで董卓は表舞台から退場となるな。そうだな。しかしカリン様、孫作少々危険かと思われますが。そうね。だけど今はまだ捨ておきなさい。私たちがもっと力をつけてから晴天のもと堂々と決着をつけましょう。御意。孫作お姉ちゃんから伝令がやってきたのだ。伝令？なんて？孫作お姉ちゃん、このまま洛陽に向かうって。このまま向かうか。さすが木を見るに敏ですね。私たちはどうしよっか。ここは行動を共にするのが良策かと。じゃあそうしちゃおう。りんりんちゃん、孫作さんにお返事しておいてね。了解なのだ。まあ状況を考えれば当然よね。ちゃっちゃとやっつけちゃおっか。ああ、全軍前進。このまま敵を追撃し洛陽に迫る。各員奮闘せよ。なんかおかしいわね。何がだ？改装した董卓軍を追撃。呂布はどっか逃げたし、長領は曹操に投降。関羽は関羽に討ち取られた。そこまではいいの。残ってるのは董卓の軍師各一人。
その核も洛陽に逃げ込んだ。となれば、洛陽を守るために徹底防戦の構えを見せると思っていたんだけど、洛陽に迫っても動きなし。どうなってる？確かに城の目の前に敵が迫っているというのに動きがないのはおかしいな。追撃を受けて対応が遅れていると判断していたのだが。後派、城内に一帯を潜入させろ。中の様子を探ってきてくれ。御意。わからんから探りに行かせた。今は憶測は慎もう。じゃあシシュンが帰ってくるまで情報の整理でもしとこっか。ノン、合法はどうなってる？私たちの後方三里のとこに曹操さんが、そのさらに二里後方に劉備さんの部隊がいますね。袁紹さんは損害が大きかったため、追撃は不可能と判断し、最高峰で態勢を整えています。あとは袁術さんですが、こちらの方も袁紹さんと似たり寄ったりですね。部隊がズタズタになったらしく、今は趙くんちゃんが必死に部隊をまとめてるっていうのが現状のようです。高孫さんは？高孫さんは劉備さんと行動を共にしていますね。仲良しさんなんですかね。わからんが、まあ体制に影響はないだろう。放っておこう。了解です。とりあえず私たちの周囲の状況はそんな感じですね。ありがとう。さて、これからどう動こうか。後派が帰ってきてから考えよう。もう帰ってきております。あら、相変わらず気配を消すのが上手ね、シシュン。は、ありがとうございます。城内の様子はどうだった？城内に董卓軍は存在せず、住民の間には董卓はすでに撤退したとの噂が流れているようです。撤退？洛陽を捨てて？は、そう噂されているというだけではありますが、城内に董卓軍の兵士がいないところを見ると、おそらくは間違いないかと。また、洛陽各所でぼや騒ぎが見受けられます。状況は未だ不明ではありますが。ところどころ煙が上がっているのはそのためか。あり得ることだろう。董卓にとって洛陽はすでに重荷にしかなっていないのだからな。諸侯の前に餌をまいて、その間に逃げるか。ま、いいけどね、別に。不満はないけど、暴れ足りないなーって。戦いがないということは、それだけ戦力が温存できるということだ。文句を言わないの。はーい。敵がいないと分かった以上、我らが一番乗りということになりますね。シシュンに一番乗りしてもらって、盛大に名乗ってもらおっか。観念一番乗りって。命令であればやってご覧に入れましょう。やりたいわね。けど、一番乗りの功は劉備と曹操、二人に譲りましょう。二人にか？洛陽一番乗りという栄誉を捨てるのはあまり賛成できないわね。孫悟の軍勢の勇敢な戦いぶりは十分に示せたと思うし、カズとの検索を受けて
各地に干潮を放っているんだから、一番乗りの栄誉なんて譲っちゃっても良いんじゃない？それにあの二人にはここまでいろいろと利用させてもらったしね。そのお返しよ。ただしどっちが一番乗りを取るかはそれぞれで競争してもらうけどね。わかった。ならば軍勢一番乗りの栄誉は劉備と曹操に譲ろう。ただし私は先に洛陽に入らせてもらう。その心は？台帳と地図よ。了解。それはメイリンに任せるけど、目立つことはしたらダメだからね。わかってるわよ。後派。はっ。潜入部隊を再度選抜し友をしてくれ。御意。私たちは外で陣地を構築した後、劉備と曹操の一番乗り争いを魚にして一杯いっとくわ。人の難儀は蜜の味なんだもん。のん、シェレンが飲みすぎないように監視しておけ。あまり自信ないけど了解であります。一仕事終えたんだからお酒ぐらい好きに飲ませてよ。却下。状況はまだ予断を許さないんだから気を抜きすぎないでよね。わかった。じゃあメイリー、さっさと行ってさっさと帰ってきて。無茶を言う主殿だ。行くぞ後派。はっ。争ってる争ってる。さあどっちが先に入るかな。こんな楽しい見せ物他にはないでしょ。だってこれまだ2杯目よ。私にとっては2杯目なんだってば。一筋縄でいかない人間だからこそ軍師なんてやってるの。メイリンを見たらわかるでしょ。ひどいわね。私ほど素直で純朴で心優しい女の子はいないのに。突っ込んでよ。なんで疑問系なのよ。もう。バレたか。あら、じゃあちょっと聞いてみようかな。カズトは私のことどう理解してるの？甘えてないもん。そんなことを言われたらお酒に手を出せないじゃない。カズト、性格悪くなったわよ。昔はもっと純朴だったのに。
も何をうなっているのよ。カズトが私のこといじめるんだもん。ほう、本郷も強くなったな。これからは安心してシェレンのおもりを任せられそうだ。上々だ。台帳と地図はしっかり確保した。これは呉にとって無形の財産となるだろう。劉備と曹操の一番乗り争いの後、洛陽に入城する。少し城内が荒れているから、その再建に力を尽くそうと思う。荒れてるってどういうこと？ぼや騒ぎのご報告はしたと思うのですが、どうやら東卓軍が退却した後、黄巾島の残党が侵入し、狼藉を働いたようなのです。けだものどもがまだばっこしてるのね。いつか根絶やしにしないと。そういうことだから、私たちは入城後すぐに復興作業を開始しようと思うの。当然でしょ。ノン。資材は十分とはいきませんが、救出できる分をまとめておきますね。よろしく。ある程度無理をしてもよいから、出せるものは出してあげなさい。了解であります。了解。じゃあ私たちも行きましょう。全軍洛陽に入城する。乱暴狼藉をした者は斬首だ。孫悟の正規軍の誇り忘れるでないぞ。まさにけだものの所業ね。ムカつくわ。いつか根絶やしにしてやる。我らに力がついてからな。で、この惨状どう処理する？ノン、炊き出しの準備を。それに負傷者の救助は最優先で行いなさい。あと、長老閣の人間を連れてきて。了解であります。紫春は治安回復を、民名は仮設天幕の設営準備をしておきなさい。はっ。よい。私たちはしばらく洛陽にとどまり、復興作業に従事しましょう。いいわね、メリー。計画に多少ズレが生じるが、この際仕方ないだろうな。ズレなんて気にしてる場合じゃないからね。レンファとサイによろしく伝えておいて。わかった。シェレン様、長老さんをお連れしましたよ。おじいちゃん、炊き出しとか負傷者の治療をするんだけど、他にやってほしいこととかある？お礼は後だよ、おじいちゃん。今はみんなを助ける方が先。で、やってほしいこととか何かあるかしら？うん。仮設の天幕を張る準備はしてるから、とりあえずはそれでしのいでね。その後、資材を搬入して焼けた家の再建をしましょう。ただ、少し手伝ってもらうことになると思うけど、良いかしら。当てにしとくわね。では我らはすぐに動く。みんな疲れているだろうが、よろしく頼む。
戦争の爪痕。いつも弱い人間にしわ寄せがいくのよね。やるせないな。ガー様が死んだ後、高等では内乱や侵略、ボートの反乱、そういったものが一気に吹き出してね。その時の私は民たちを守る力がなかった。それが今重なって見えるんだよね。それは分かってるけど、でもあまり心楽しいものじゃないわよ、こういう光景は。シェレン、弱音など聞きたくないぞ。メリー。文大様の意志を継ぎ、天下を目指すと言ったのはどこの誰だ？私。ならば弱音は吐くな。セレンの優しさは分かっているが、それが破行の妨げになる場合もある。うん、分かってる。ならもう言わないで。いいわね。うん。いいのよ、カズト。メイリンの言う通り。弱音なんて吐いている暇はないんだから。私は私にできることを精一杯するだけ。そして、工事をレンファに託さないと。あら、心配してくれるの？ごめん。でも、ああ、レンファに譲ったの失敗だったかな。照れる姿なんぞお前には似合わんぞ。シェレン様、メイリー様、大変です。どうした？何かあったのか？それが、井戸がブワーってなってて、それで竜がドーンって舞い上がってて、すごいのなんのって感じです。何それ？落ちちょぎました。舌を噛んでしまうほど落ち着いたところで、もう一度報告してもらおうか。説明することを忘れてしまいました。とにかく何かすごいんです。こちらに来てください。あそこ、井戸からすごい光が放たれているのです。なんだこの光は。何それ？カズトは何か知ってるの？大丈夫なんでしょうか？では、行きます。井戸にこんなものがありました。何これ？うっすら光を放ってるみたいだけど。よっと。小さな印鑑？違う。これ、玉璽？何？ほら、見てみて。白い大理石を素材とし、竜をあしらった彫刻。
新思考本記に書かれている表記と全く同じね。始皇帝が作らせた皇帝たる証か。これはとんでもないものを拾ったな。しかし、どうしてこんな井戸の中に？わからんが、おそらく東卓軍撤退の混乱の中、宮廷より持ち出されたものだろうな。持ち出した人間も、黄金党たちが乱入してきたことで逃げきれないと悟り、この井戸に捨てたか隠した。大方そんなところだろう。天佑ね、これは。ああ、この天佑、存分に利用させてもらおう。民名！幾人かの兵を洛陽の民に偽装させ、さりげなく情報を流せ。孫作が天より玉璽を授かったとな。了解であります。この噂が広まれば、シェレンのもとに人や物が集まってくるだろう。シェレン、ここからは徳ある王として演技をしてもらうわよ。へえ、めんどくさいな、もう。遊びじゃない。これはまさに天佑。この天佑を存分に利用しなければ、私たちの未来はないわ。わかってるわよ。ただ、ちょっと本音を出してみただけ。頼むわよ。了解。